チャオトゥッティー、皆さんこんにちは。イタリア在住の K です。今回は今がまさに旬の野菜ズッキーニを使ってイタリアの家庭料理フリテッレの作り方を紹介したいと思います。ズッキーニのシーズンは初夏から夏、だいたい5月の終わりから8月にかけてです。皆さんもご存知の通り、旬の野菜は栄養含有量が高く、それぞれの時期に採れる野菜を意識して食べるのが健康維持の秘訣です。ズッキーニに含まれる主な栄養成分はカリウム、ビタミン C、ベータカロテン、この3つです。カリウムは体内の余分な塩分を排出する作用があり、むくみ予防、高血圧予防に効果があります。ビタミン C は皆さんもご存知の通り、風邪予防、肌荒れ予防、そして疲労回復に効果があります。さらにベータカロテンは抗酸化作用があり、アンチエイジングにもってこい、油で調理することで吸収率がさらにアップします。そんなズッキーニはまさに女性の味方ということで、今の旬の野菜ズッキーニを使ってイタリアの家庭料理フリテッレをママサンティーナが作ってくれました。今回作るフリテッレとは日本でいう野菜のかき揚げのようなものです。今回は我が家の大きな家庭菜園で採れた新鮮な野菜たちとたっぷりのチーズを使って作りました。作り方はとっても簡単ですぐに作れるので、皆さんぜひ挑戦してみてください。レシピ動画の最後に気をつけるポイントももう一度説明するので、皆さん最後までぜひ見てください。さらにおまけでズッキーニの花のフリッターも作ってみました。この時期イタリアの家庭でよく見かけるとってもおしゃれな一品です。ズッキーニの花が手に入ることはなかなかないと思いますが、もし手に入ったら私の動画を参考にぜひ挑戦してみてください。一般的にはアンチョビを使うようですが、私の旦那さんはアンチョビが嫌いなので、今回はシーチキンを使って作りました。それではイニツィアーモ。Okay. Sì. So questa volta per quante persone? 4 persone. 4, sì. 4 persone. Su queste frittelle possiamo mettere tutte le verdure che vogliamo. Io ci metto anche un po' di cipolla fresca. Questa. Giusto per dare un po' di sapore in più. Sarà poco. Sì, poco poco. Non tanto. No. Sì. Adesso qua ci mettiamo un po' di sale. Sì. E così va fuori un po' l'acqua. L'acqua? Sì, l'acqua delle zucchine. Ok. Poca. Ok. Sì. Togliamo un po' di acqua.
giusto un po'. Vedi? Sì. C'è profumo? Mm? Profumo. Sì. E mettiamo un po' di pepe. 2 uova. 2 uova. Ok, sfondiamo tutto. Un po' di pane grattugiato. Che deve risultare abbastanza solido per poter fare come delle polpettine. Polpettine. Ok, adesso l'impasto è pronto, andiamo a preparare l'olio. Sì. Bene, bene. Queste sono più piccole.
したか？まずフリテッレを作る時のポイントは野菜の水分をしっかり切っておくこと。生地はミートボールが作れるくらいの硬さにすること。油で揚げる時に粒をあまり大きくしないことです。次にズッキーニの花のフリッター。気をつけるポイントは油で揚げる時に油跳ねをどう予防するかです。とにかく余分な水分を取り除いておくこと。揚げる時は花びら側から油に入れること。高温で素早く揚げることです。最後にもう一つ、衣を作る時水の代わりに炭酸水を使うととっても軽いフリッタに仕上がります。使う前に冷蔵庫に入れてしっかり冷やしておいてください。以上のポイントに注意して皆さんぜひ挑戦してみてください。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画は失敗しないリゾットの作り方を予定しているので皆さん楽しみに待っていてください。さらにネイティブはこういうイタリア語日常会話講座の動画もただいま作成中です。少し時間はかかりそうですがぜひチャンネル登録をして待っていてください。アリベデルチー、チャオ。